こんにちは、鈴鹿です。今回は獣獣人キャラクターの手について考察していきたいと思います。僕は獣獣人キャラをメインにイラストを描いているのですが、獣キャラの手って絵師や世界観によっていろんな種類があるんですよね。例えば肉球のありなし、指の数、原型の動物に近いのか人に近いのかなどなどいろいろあります。どの手が正しいとかこれじゃなきゃダメというわけではなく、キャラクターや世界観の設定の中で変わったり、作者の好みで変わったりすると思います。今回の動画は描き方講座ではなく、僕がよく見かける獣キャラの手のパターンを自分なりにまとめて皆さんと共有する動画です。内容はこちら。1、3つの手のタイプ。2、肉球について。3、指の数について。この3つについてお話ししていきたいと思います。皆さんの創作に役立てていただけると幸いです。早速獣キャラの手の考察をしていきたいと思いますが、まずざっくりと3つのタイプに分けてみました。それぞれ簡単に解説していきたいと思います。まずは原型タイプです。これは分かりやすいと思いますが、ほとんど原型のまま手を描いたタイプです。動物をそのまま二足歩行にしたようなキャラクターに合うかと思います。もちろんそれ以外のキャラに使っても問題ありません。このタイプは原型に近いので、指を器用に動かしたりすることが難しいイメージがあります。そのため物を掴んだり字を書いたりなどはあまり得意ではなさそうです。グーとパーならできるようなイメージですね。また元になる動物によって若干形が変わるので、種族の書き分けもできます。次に中間タイプです。このタイプは原型タイプよりは指をある程度器用に使えそうな感じがします。ただ人の指とは違い関節の数が少ないのが特徴です。物を掴んだり字を書いたりといったことはある程度できそうな感じはあります。またふっくらとしたイメージやもちもちしたイメージがあるのも特徴だと思います。個人的にこの手のタイプを使う場合が多いです。最後に人タイプです。こちらも分かりやすいかと思いますが、人の手とほぼ同じタイプです。人の手と同じように描くので、幼いキャラから大人のキャラまで幅広く使えるのが特徴かと思います。特に深く考える必要がないので、万人に受け入れやすいイメージはあります。手のタイプをそれぞれ解説してきました。このタイプ分けは僕のイメージで分けただけなので、人によって変わるかもしれませんので、参考程度にしていただけると幸いです。獣キャラを描くときには切っても切り離せないものが肉球だと思います。モチーフにする動物にそもそも肉球がないという場合もあるかと思いますが、今回は肉球がある動物を前提に猫をベースにして解説していきたいと思います。前足の肉球は指の部分についている視球、手のひらの部分についている小球、手首あたりについている手根球があります。手根球は前足にのみ存在し、後ろ足にはないそうです。基本的にはこれをもとに肉球があるかないかを決めて創作していくと思います。傾向としてはほとんどの場合肉球をつけて創作していることが多いですが、手が中間人タイプの場合はついていないキャラも見かけます。これもどれが正しいとかではないですが、キャラや世界観の設定などで決めたりできるので面白いところだと思います。また手根球は獣キャラに落とし込むときに省略される場合が多い気がします。手根球が書かれているキャラなどを見つけるとかなりこだわりを感じますね。次に指の数について考えていきたいと思います。こちらも猫をベースに解説していきます。猫の手の指は一見4本のように見えますが、老僧と呼ばれる人でいう親指にあたる部分があります。ちなみに後ろ足には基本的にないそうです。これをもとに獣キャラの指の数を決めていくと思いますが、4本指か5本指のどちらかにしているパターンが多い傾向にあると思います。これもどちらが正しいというわけではありません。4本指の場合、老僧を省略した形で書かれていることが多いかと思いますが、
獣人になる過程で退化して亡くなったなど、キャラや世界観の設定を感じることができます。逆に5本指の場合は、人をベースに進化したという設定などを感じることができます。また、手が原型タイプの場合に多いですが、指を3本で描くパターンもあります。デフォルメやチビキャラを描くときによく見かけます。好みや設定、世界観で描き分けてみてください。いかがだったでしょうか。今回獣キャラの手について考察してきましたが、何度も言いますが、これが正しい、これは間違いということが言いたいのではなく、キャラの設定や世界観が見えてきて面白いということが伝わってくれれば嬉しいです。もちろん設定などは気にせず好みだけで書くというのもいいと思います。今回お話ししたパターン以外にも、自分はこう書いてるよなどありましたらコメントお願いします。皆様の創作に役立ててみてください。今回の動画は以上です。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。